こんにちは、加藤です。今日のテーマは、失敗するとやる気がなくなるについてお話ししていこうと思います。皆さん、失敗するのが怖いって思ったことはないでしょうか？絵を始めたばかりの人に限らないんですけれども、失敗するのが怖いって思う方結構多いと思うんですね。その怖いっていうか、失敗したらどうしよう、失敗したら取り返しがつかないみたいな、そういった恐怖感というか脅迫観念みたいなのを常に持っていられる方、私自身も絵を始めたばかりの頃は手掛けている作品、描いている絵が失敗するのは怖かったです。線が間違っちゃったらとか曲がっちゃったらとか、意図していない自分のイメージしてる絵とは違う方向へ向かっていった時にやる気がやっぱりなくなってくるんですよね。そのやる気がなくなっていく原因、理由っていうのは失敗したらどうしようとか、そういった恐怖感から来ている気がします。その恐怖感、失敗が怖いってどういうことか、その感情って何かって考えてみると、私は自分自身に対する自信というかプライド、自分はこのくらいできるはずだって思っている思い込みに対する自負があると思うんですよね。それが打ち砕かれる。自分自身は実はそう思ってたようなことができなかった。そこを直視するのが怖いっていうのが根底にある気がします。私なんでこんなこと言い出したのかっていうと、この間の動画でも少し触れたんですが、自分自身が描いているその途中の作品、未完の帝王と言われていたんですが、描き始めから中盤にかけては非常に勢いよくいい感じで進んでいると見なされていて、先生からはですね、いい感じだな、そのまま進めたらっていうようなアドバイスをいただきながら描いていくはずなんですが、途中でふとね、手が止まってしまうんですね。で、それ何かっていうと、完成がうまくイメージできていなかったり、いろいろな理由で未完の作品で終わることがよくありました。で、その未完で終わるってね、自分自身振り返った時にどういうことなのかなって考えてみますと、完成させることが怖かったと思います。完成させる、何が怖かったかというと、完成させてしまうと評価をされる。未完だと途中だからっていうね、まだ書き途中だからっていう自分自身の絵に対する言い訳が自分でできるんですけれども、終わりって完成作が失敗作だったっていうのを認めたくない感情が働いていた気がします。一番私が未完成になっていた理由っていうのは、自分の完成した作品っていうのが実は大したことない失敗作で、その自分が失敗するっていうことを認めたくない、そういった感情が根底にあったのかな、そんな気がします。授業をやっていて特に思うんですけれども、皆さんね、その失敗怖いんですよね。自分自身の学生時代、もう一回振り返ってみますと、どこかで絵の上手い人、先へ進んだ人たちっていうのは、自分の持っていた、温めていた、大事に抱えていたプライドっていうか自信自負っていうものをどこかで打ち砕かれて、それでそれを超えてきた人たちっていうのがその先へ進んだ人たちかなと思います。私自身の体験談から話しますと、新潟というその一地方から自分は一番うまいんだと思ってですね、東京にあります某大手予備校に行くわけですね。で、そうすると全国各地からほぼね、その県ではナンバーワンみたいな強者どもが集まってくるわけですよ。それまで自分は相当できる方だと思っていた、そんな私のね、へみたいなプライドもですね、実は世の中にはもっとすごい人がいるんだ。で、こんなすごい人たちが現役で受からずに1浪して2浪して3浪して、中には4浪とか5浪とか、とんでもない人たちがいるわけですけれども、そういった人たちの作品と、高評会で作品をずらっと並べた時にですね、自分がすごく描けると思っていたそのプライドがですね、もう簡単に打ち砕かれてしまうんですね。で、まさに井の中の蛙だったっていう状態に陥って、次の日からはたと困るわけですよ。自分が信じていた、自分はできると思っていたことが実はそうでもなかったなみたいな、表面的な薄っぺらなそんなプライドを大事に抱え込んで、それで自分のやり方とか考え方とか、私はこれでいいんだと思いつつ、先生の助言も聞かずにですね、自分なりのやり方、自分なりのその解釈でもって絵を描いていくんですが、もう簡単に行き詰まっちゃうんですね。私の予備校へ行って最初に学んだというか、打ち砕かれたのは、その自分自身に対する自負というかプライド、自信でした。そうやってね、自覚してみると、やっぱりそれを超えていった人たちはですね、
みんな必要じゃないプライドっていうかね、対してそんなに大事にする必要もないようなことを御所を大事にしていたんだなって気づいた人たちかなという気がします。これって一応ですね、絵を志す、本格的にですね、もう絵描きになりたいみたいな趣味ではなくて、本格的になんていう人たちのこの覚悟をした連中の思考なんですけれども、一般の社会人の趣味で絵を描いていきたいっていう人の心の中にも、やっぱりそのね、人に褒められたいっていうか、自分は他の人よりもちょっと絵が得意でとか自信があってとかって言って、そういった自信を持って来られる方がほとんどなので、教室の中でも失敗したくないという気持ちがすごく強く働くんですよね。そんな時に私はですね、分かったような顔してですね、失敗していいんですよとかね、失敗は怖くないですよって、口では言うんですけれども、多分ね、その言ってる感情の部分っていうか、納得はなかなかできていないで授業を受けてるんじゃないかなっていう気が結構しています。できればこんな風にですね、なんか具体例とかを出しながら、感情っていうのが上手くなりたいっていう目的に対して一番阻害してるのは何かって言ったら、その失敗したらどうしようとか褒められたいって思いすぎて大事に抱えている自分のそのプライドみたいなものがその上達を阻んでいるっていうかね、邪魔しているんじゃないでしょうかという、今日は非常に取り留めのないお話に終始してしまいましたが、絵を描く上で失敗したらやる気がなくなるというこの間生徒さんがね、実はポソッとつぶやいた言葉なんですけれども、についてちょっと考えるところを述べてみました。いかがだったでしょうか。ちょっとはお役に立てましたでしょうか。またこんな感じでですね、絵を描いていく上で何かつまずく、どちらかというとですね、技術的なことよりもその心のメンタルの面で何か阻害しているようなこととか、こうするとうまくいくよみたいなお話をしていけたらいいなと考えています。はい、今日の動画は以上になります。この動画がもし役に立ったなと思われた方はチャンネル登録、いいねボタンを押していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。